皆さんおはようございます。さようです。鼻が止まらないのですっぴんです。そういうことはどうでもいいんですが、こちらにもうぐっちゃぐちゃに置いてある盆栽っていうか山野草っていうか、何が何だか分かんないのはお辞めになる人がねお庭を片付けてくれというので人って来たんですが、よく見ると枯れてる枯れてる。そうですよね。これ完全に枯れてますよね。ボキってほら。で、枯れてんのもいっぱいあって、この辺は何が生えてるか全然わからないんです。なんだいこれ。わかんない。山野草もやってたらしくて、山野草も全部枯れてる、枯れてるんですが、たまに生きてんのがあってね、こちらの松、黒松ですけどね、古いですけどね、これ誰がどうやったら直せるんでしょう。こっちの枝いらないからこれ取っちゃって、ここだけでちっちゃくね、ちっちゃく、だけどどうだろうね。寝数が足りないし間延びしちゃってますもんね。そう、こういうの好きな人もいるからね。時間はかかるかも。芸術的になるかもしれない。ということでね、でも生きてるんですよ。かわいそうなのね、捨てちゃうっていうのもなんだしね、みたいな感じでね。で、こんなのだってね、ちゃんと手入れしてやれば、ほら、ここは地にして。そなれです。そなれか。そなれですね。この関す毛が邪魔ですね。これは一回植え替えてここ削っちゃってね、それで土鉢に入れとけば2、3年でなんとかなるかも。ただ2、3年かかりますね。もうあれですかね、手が回らなくなっちゃって土払いそうですそうです。そうもう年なんでもう嫌だって言って、それでこの中でまあすぐ元気になりそうなやつ、3年も4年もかけないでもこれなんか元気いいから今これがヤブサンザシですね。赤い実がつくヤブサンザシという植物ですね。これなんか古いですよね。多分メスなんでしょうね、鉢に入ってる。こんなのがいいかね。手っ取り早く直すな、これとか。今日の動画はそうです。今日は枯れかかってるようなぐちゃぐちゃになってる木をいかに直すかという動画ですね。そうです。まあ春じゃないんですけど、まあ植え替えてもちゃんと保護してあげればもう年も明けましたしね。この辺のクコはほら、クコが実がなってるからクコですよね。でもうぐちゃぐちゃこれ生きてるから立て直しをしようと、こんな感じね。こうねそれからこの辺はちっちゃいのがあって、これはイボタこれ生きてるかな。葉っぱがあるから生きてるね。枝枯れしてるかもしれないですね。これね長寿梅ですね。古い木ですね。こういうものまだ雪が残ってるんですよ。これは鉢の方がいいね。糖水だ。いいですね、鉢が。ね、糖水ですね。昔のね、ヘバチですね。はい。これも長寿梅だけど、ちょっと元気ないから、こういうのは一回土鉢入れちゃわないとダメなんですよ。あとこれもう花咲いちゃうので、今のうちにきれいにしてあげないといけない。大梅です。値上がりの。ちょっと大きいですね。大きいけど鉢が大きいだけでこれすごいちっちゃくなるから。汚いでしょ。ね、ぐちゃぐちゃだもん。そんなとこですね。ここ元気なやつを見つけました。元気ですね。このくらいになってればすぐ直せるんだよね。さっきのは実はなってるけど大変です。じゃあこんなもんで、まだいっぱい治りそうなのありますが、ゆっくり春に向けてゆっくりやります。はい、ということで、とりあえずぐちゃぐちゃの木を持ってきましたが、生きているらしいというやつですね。でこれをどういう風になるか整理していきたいと思います。まず簡単なのはね、これはぐちゃぐちゃです。こういうのはもう簡単です。こうね、伸びてるだけですからね。でも生きてますよね、ほら。死んでるとね、こうやるとポキポキっていきますから、全部生きてますね。ちゃんと切って、吹かせ直しですから
らね、もう短く切るしかないですね。ここでここに芽があるんだけど、ここがないんだよね。とりあえずこの辺で切っといてやって、後で様子を見ながらまた切り直す。ここに芽があるから、ここ切っちゃって、これもう目の位置を確認して、目一応ね、見えるかどうかわかんないですけど、あるんですよ、こういうところにね。で、とりあえずこう上切っといて、ここから出ると今度こっちからも出ますから、だんだん下げていくのね、心配な人はね、思い切って切っちゃういう手もあるんですが、心配な人は少しずつ。で、こういうわけのわかんない枝、こういうのはこっちから見ると分かるかな、こういう枝は後々のために良くないので、短くするというよりは取っちゃいます。で、まだ切れるかな。この枝強いでしょ。ここに多分芽があるから、ここで切っとく。で、ここもここで切っとくと。これもここで切る。で、ここ枯れてる枝がここにあるんで取ります。根っこもこんなところに出るの取ります。どうかな。これで一回吹くまで待って、これいらないな。吹くまで待って。で、ここの枝がちょっときついんで、これがね、これがちょっときついんで、吹いたらこれ取っちゃうかもしれない。同じ太さですよね、隣の枝とね。切る枝は何で決めてるんですか？伸びすぎてるのと、あと方向と、上とか真下とか向いてるやつを切ったり、あと枯れてるのと、あとはできるだけ同じ太さの枝が股にならないようにするんですけど、イボタはなりやすいんですよ、どうしてもね。だけど切っても吹くので胴吹きしますから、イボタは。だから別に枯れるようなことはない。深切りしてもね。だからここにほら傷があるから、やっぱこっち前にするとなるとこれが頭になるかなと思います。一応切ってこれが終わって、でこれがね長寿梅ですね。これね長寿梅ですが、根上がりでね面白い形してますよね。鉢の方がね立派すぎるのね。これも切ります。長めの人をこう吹き流しで長めにしたい人はまあ切らないでもこのまんまでもね、かっこよくはなりますよね。それをどうするかですね。小さくするんなら小さくする。どうでしょう。この枝が重なってるんですよ。これがね、こっちから見てこれ取っちゃって、でまっすぐすぎるからまっすぐすぎるよね、枝がね。なんか全体的にちょっと詰めとく。そんな感じですね、これはね。そんなにね、このままでもいいような感じの木ですもんね。ただこれから伸びるから、また。今の枝をそのまま取っておくとこんなになっちゃうから、これあれですよ。あれですね、臓器はこうやって切り戻して作り直すけど、今の時期だともみじとかはあんまりやらない方がいいって。もみじ水が出るんで、まだ1月ですからね。切り口から水が出るんです、もみじ。だから切るのはもうちょっと後かな。そうですね。もみじだけちょっと気をつけた方がいいと。もみじは今切らないですね。枯れた枝が取ってもいいですけどね。実際にやってみると分かります。結構すごい勢いで水出ますから。ちなみにマスクしてるのはアレルギーっぽい。今日は花粉症だかなんだか分かんないけどアレルギーで1月の終わりに鼻水が垂れるという病気でございます。というわけです。お化粧もできます。困ってるんですけど原因が全く分かりません。で他の人が花粉症になる時期はもうピンピンしております。でこの鉢大きすぎるんだよ、この木には。今切っちゃったんでね、後で植え替えちゃいましょう。
ハッチの方が立派ですよ。ハチの方がね、これがね、もう長寿梅。長寿梅ですね。古い木ですね。これうち使わないんで、これは捨てちゃったけど、これ名前がついてたのだろうなという札が。何しろね、ご本人もね、いつ何をしたか全く覚えてないと。なるほど。そういう人なんでもうお年ですしね、何の木が残ってるのか枯れたのかもわからないから、とりあえずこの辺全部掃除って言われてで突っ込んできちゃったんですよね。だけど生きてるんだよね。よく見るとね、結構半分ぐらいは生きてるから、かわいそうでね、古い木ばっかりで、とても古い木なんです。これでも良さそうですね。良さそうだけど、どっか枯れてるとこあるかな。生きてますね。生きてる。だって長寿梅ですからね、そんなに切らないですよね。ポンポン。ここが枯れてるね。これがね、ほら、ほら、これ枯れてる。ここが枯れてる。あ、生きてた。半分生きてますね。肥料ガンガンにやって、元気にさせるしかないですよ。植え替えてね。この鉢がまた合わないんだよね。でかい、なんかすごい立派な鉢、誰の？なんかでも文字書かれてる。なんだこれ？字書いてあるね。いい鉢なんじゃないですかこれ。気づかなかった。落款が読めない私。堀で文字が書かれてる。おや、風かな？風かな。わかんないですね。風かな。わかんない。こんな落款あんまり見たことないです。なんか立派ですね。これいい鉢なんじゃないですか。これはもっとちっちゃい鉢入る。いい鉢っぽいけど落款が読めないとわけのわからない。こういうことが起こるわけですね。そうなんですね。木がね、ぐちゃぐちゃになっててもね、鉢がいいのかも。ちゃんと入ってる。これだってね、それはあれです。糖水が。すごいな、これ。掘ってんのかな。掘ってんじゃないですか。すごい細かい字書いてあるね。でもあんま見たことないですね。何て書いたんだろう。こういうこともある起こりのでね。ます。やたらめったらその辺に投げてはいけません。特にご家族の人捨てちゃうんですよね。植え枯れてっと中身ごと全部ね、読んでください。そしたらこれね、クコっていう植物ですね。なってますね、実がね。クコって食べたりもしますよね。すぐこうなっちゃうんだよ、クコってね。木なんだか草なんだかわかんない。これね、本体がこれでしょ、下から出てるこういうのがヤゴ枝っていうんですよ。これとか、ヤゴ枝を放置すると本体のてっぺんが枯れちゃうんですよね。なんでそれを全部切っちゃわないとね、一回切らなくちゃいけないんですが、切ったら多分丸裸になっちゃいます。草がすごいなこれ。これがまずいらないでしょ。こんなとこから出てね。でこのぶっといの、これはもう絶対に生やしちゃいけない。実がついてますね。刺せばつく。そうですね。時期良ければ刺せば、こういう細かいのも取って、反対側もこれもヤコですね。これがね、これもヤゴ枝っていうこういうところ。この曲のいいところに枝を生やしてはいけません。特にここね、これが邪魔。曲線の外側？内側もそうですよ。これもそうですね。木の形がこう外側でも曲がってるとこから生えてるんだ。ダメ。こういうふうにもう取るしかない。取る。ひたすら取る。何もなくなっちゃいます。なくなるんです。一回は取っちゃわないと。これはよし。ほら何もなくなっちゃった。でも生きてますからね。ここが怪しいんだよ。枯れてるっぽいですよね。そうそこはどうかな。もともとでもこっちが本筋ですよね。そう先端がなくなっちゃったんだ。そうないんだよ。もう絶対枯れてるよこれ。枯れてますね。枯れてます。じゃあこれはもう枯れてます。
ここ枯れてんじゃないかな。どこまで枯れてるかな。はい。秋っていうぐらい枯れてます。ということは、これは枯れてます。枯れてます。もっと大きな輪切りじゃないと切れない。ここが枯れてるかどうかちょっと削ってみよう。怪しいぞ。よっ。枯れてるね、これ。ほら。緑色じゃないでしょ。はい。硬いや。ここは硬い。銀になるかな。ちょっと無理かな。ということは生きてるのはここのみと。そうですね。ここを残して。どう作るんだろう。服からね。これこの辺で切っちゃって。ここがどうなるかだな。木を出してきた。でもこれでも切れないわ。やっぱ相当硬いね。ここっていうのは草の仲間だからね。木にはね、枝枯れするのは当たり前なんだけど、そうです。ここは枝枯れしますからね。いくらか枝かっこ作ってもなくなります。なるほど。はい。また生えてきちゃうんですよ。硬い。ダメだ。ダメですね、これ。もう先端は全部いっちゃってるんですね。いっちゃってるんですけど、硬いんだよ。枯れてるくせに。しょうがないから、あとは、この辺はね、伸ばしとくとどんどん伸びるんで、生きてますから、軽く切っとく。軽くね、このくらい。どのくらい残して、先端止めといて、それで、今度、多分、こっちに取っちゃったから、この辺から吹くと思うんですよ。なるほど。ここから吹くやつのみ残して、こっちの下の部分から出るやつは切ると。で、ここは後でナイフで削るしかないから、ノコギリが必要かもしれない。このサイズでも硬くて取れないから。ぶっつりいかないと思います。すごい硬いですね。で、あとはもう土鉢に入れて養成するしかないです。でも古い木だからね、もったいないんだよね。そうですね。足元とかはね。こっからでも生えちゃったらこれが見えないからね、やっぱり。曲げてこう下ろしていったりとかいいんですか？あ、それはできる。だからこうなんかそっちからだとこういう感じでこう下げていけば。そうそうそう。向き変えて植えてあげればいいんだよね。ここ隠してね。もうちょっと削って一回やっぱり切っちゃった方がいいかもね。これね。でもうちょっと短めの陣っていうかあれにしとけばいいかもしれない。ね、まあしょうがないです。何しろ半分捨てるものだったんですからね。これはそんなに暴れてはいないね。ヤブサンザシで。ヤブサンザシ。ヤブサンザシは赤い実が9月ぐらいですね、見頃はね。透明のすごい綺麗な赤い実がなるんですが、これは元からいらないですね。ここ取っちゃう。で、これがここでいらない。とりあえず。で、長いでしょ。とりあえずここで切っておいて、これもいらない。これ枯れてますよ。で、この枝が後ろ向いちゃって生えてるじゃないですか。これもう元から取っちゃわないといけません。よし。で、あと長すぎるんで全体を詰めていってまっすぐだ。これだよな、問題は。それ気になりますね。これいらないんじゃないか。ちょっと間延びしすぎてますよね。どっち前だ。前後ろがない。こっち前じゃないかな。間延びはこことここがね、ちょっと気になります。これはね、まあ切ればね。切れて、これは簡単にね。だから問題はこれが、ここに芽がないのよ。ここに全然。全部なくなっちゃっていいのかどうか。元取っちゃえばいいかな。これを取っちゃう手もある。ここから。あ、元から。元からここから。だいぶちっちゃくなりますね、そうしたら。とりあえずこれを切ってみよう。ここはおかしいわ。ほら、ここが太っちゃってるからさ、おかしいじゃん。枝が。ここが細いのに、
見えますか？ここが細いのに、ここがコブができてるから、苔順が悪いと。ちょっと気になるから取っちゃう。そうするとこれとこれが重なる、どんどんなくなっちゃうんですよ、私切ると。でもすぐ生えてくるから、植物はね綺麗に生えてくるんですよ。そうなると裏枝も長いような気がしてきますね。そうでしょだんだん微妙がちっちゃくなってる。癖です、癖。豆盆栽作ってるとね、切りたくなっちゃうんですよ、どうしても。ちっちゃくちっちゃく、癖長すぎるから、これはいらないでしょ。何しろ放置されて何年も経ってる木なんで。これだよな、ここだよな、やっぱりな。でこれがね、こっちからこっちに向かって生えてるの、こういうふうに。でここに枝あるでしょ、でね、この枝を取っちゃうかこっちを取っちゃうか、どっちかなんだよね。木の流れがなんか前後ろがまたひっくり返ってきたよ、切ってるうちに。今日これ取るって手もあるんだよ。これ逆にね、これを取っちゃう。ちょっととりあえずこっちを切ってみて。なんかな、だいぶちっちゃくなった。なりました。だいぶさっぱりした。あとはね、これ以上切っちゃうとね、元気なくなっちゃうんでね。でついてますね、虫がついてる。ついてる。これ消毒しないと。なるほど。盆栽っぽくなりましたよね。盆栽っぽくなった、そうですか。これ邪魔だな。まだここが気に入らないんだけど、私これ取っちゃおう。そしたらやっぱこっち前かな。上がいるあんまなくなっちゃ寂しいから。そうですね。この辺で吹いてくれればいいんだけどね、これちょっと長いんですけど、もう新芽が出てからの話ですよ、そっから先はね。これなんだっけ、あれですよ、白い点々がついてるの分かる？わかります。白いのついてるなんか。これあれです。貝殻の仲間ですね、これね。これはね、もう消毒した方がいいです、今すぐに。まあご家庭で使うんだったらこれで十分ですよ。ベニカの宣伝した紹介ですけど、これでね大丈夫で、あと歯ブラシでね磨いてあげるの。口でからね少しね、こういう状態で消毒して置いておく。最後はいかな。これ大葉大葉です。花芽はもうついてますよね。だけどどこがどうなってんだかよくわかんない、これだ。横にねこう伸びていく感じが。まあこういう木の場合はこれで一回咲かせてから考えるしかないのかな。もう花芽はついてますからね。よく見ると花芽もついてるんです。2月国府の時咲きますからね、これはね。すごい、同じとこ4本も生えてるこれ。どれそういう性質がある。ある。だから形を作るのはちょっとね、なんかどこで切ってもまた出てくるようなイメージがそうですよ。ありますかね。出ますなんでね、形を作るというよりはアットランダムな形を楽しむというような木でしょうね。これね多分ね、挿し木をした後根を上げて根上がりにしてんだけど、なんかさっき見たら2本だよこれ。ほら、こっちとこっち違うの。本当だ。でここで根がここで絡んでるんですよ。寄せてありますね、これはね。自分で刺してから若いうちに寄せたんじゃないかな。なるほど。多分ね。ちょっと植物手入れしないとすぐぐちゃぐちゃになっちゃうからね。大変ですよね。行きましょうか。まず一番長いこれか。これきついからね。ここに花芽がついてて、ここも花芽になるかもしれないね。そうできますね。これも長いで。花はついてますね。まあ今
こんだけ剪定しちゃうとそんなに数は咲かないと思うんだよね。お花見てからでもいいんですか、剪定は。そうですね。ただあんまりぐっちゃぐちゃだからね。まあそうですね。多少はね、だからここまで伸ばす前に、秋にちゃんと切っとけば花は元につくんで平気なんですよ。あとね、気根が出てる。気根ってほら空中に出る根っこ、こういうの、こういうとこね。だから刺せばすぐつくってやつですよね。刺せばね、刺せばつく。このつけようがないってやつですね、これ。この真下から出てる、ね、下の枝がすごいですね。下の枝はちょっとこれここで取っちゃうね。これすごいけど、これ気根がすごい。この枝なんでこんなところに気根がこんなに出てるのかな。矮化剤とかね使う方はね、気根はねすごい出るんで。でもこれ矮化剤は使ってないと思うんですけどね。綺麗になるかしら。どうですよね。ひたすら剪定ですよこれ。こうほっとくと全部切っちゃうからね、気をつけないといけないんですけど、元に出てるから大丈夫そうだね。だいぶさっぱりしてきたかい。にしてきましたね。リンゴなんか下から生えてるようなね、どうなんだろう。これ真下に向かってね、まああれだけどね、下に向かうタイプの木なので、しだれみたいな。そう庭木だともうほとんど下に向かって生えますから。じゃあそれが結構自然なのかもしれない。これが変だよね。これがいけないんだ。ここだ。これでこれがいらない。重なってるとこをどんどん取っていく。でこっちから見るとさ、この枝がさちょっとさ突っ張かってんだけど、でもね花芽がねすごいのがもう咲きそうなのが出てる。これじゃあ花終わってからでもね。そう間はいらないから取っちゃうけどね。秋にここまでねやっといてくれればね。なるほど。でもまあさっきよりはいいでしょ。そうですね。まとまりました。本当はねこの枝をねこっちへ持ってきたいんだよね、これ。だからこれ取っちゃうのかな。こんなもんですね。はい。こんな感じ。表面どこなんだろうな。難しいんですよ。木がねそっち向いてんだけど、枝がねこの枝がねもうちょっとこの枝がうまく下がってくれるといいね。こういう感じにねなればいいんですけどね。後で花終わってからまた切ってで、針金でねこう引っ掛けてさ、こうやって引っ張ってあげるんだよ。こうぐるぐる巻かないでね、傷だらけになるから、こういうやつは。そうすると向きがはっきり分かるようになります。やっぱそっち前でしょうね。そうですね。こんな感じが。後ろ姿。あとはあれですね、鉢が大きいから。大きいですよ。これもう半分で十分。半分で十分です。いりませんよ。こんな。こんくらいね。こんくらいの鉢。こんくらいのね。丸鉢の方が合うし。でもこれも古い木だから面白いっちゃ面白いよね。いろいろ、引退する方から引き取ってきたものの中でもこう作っていけばいろいろね、もう最後ねやっぱ手入れないからね皆さんね、そういうのとかね、これは直しがいがありますぞ。これはもう向き変えて土鉢に1回植え替えないとダメ。これは元気がないですね。ほら根っこがほら、でも生きてるから、この場合土鉢に完全に植え替えてあげれば復活します。古い木はもったいないですよ、こんな古い木は。イボタもこれも植え替えないと吹かせない。なるほど。さあ長寿梅ね、そうですね。剪定と植え替えで、ここからまた復活して盆栽として。そうですよ。もうやり方次第ですよ。そうあと 1,2 年経てばまた全然違うのができる。
大事にしましょうってことですかね。年季入ってますから全部。だって好きで何十年もやってた人たちですからね。ね、寂しいと思いますよ、別れると。そうですね。何にもね、お庭になくなっちゃうと呆然とするらしいですからね。でボケるからあんま早くやめた方がいいと思う。盆栽やってるとボケないんですよ。ああ、なるほど。そうなんですね。手先をこう使うし、頭結構使うんですよね。これどこに持ってこうかなとか曲げようかなとか。だからボケないですよ。はい。まあそんないろいろ仕入れたものが販売されるのはどこでしょうか。立春盆栽大市ですか。今年の国風は100周年記念だそうで、大々的にやられるんじゃないかと思うんですけど、上野グリーンクラブで2月の8日から一般公開ですね。8日から7日がねプレオープンだと思うんですけど、プレオープンが去年もそうだったんですけど、業者さん専用の日っていうのを作ってはいるんですが、誰が業者さんかもんで取って問えないんですね。あまりにも多くて。なので7日に来ちゃう人も結構いますよね。午後からですね、お昼から7日がプレオープンで、8日から今年ねちょっとね休みが2日あるの。あ、そうだそうだ。ややこしいんです。いつだっけ。まあ詳しくはこの辺に出ますか。出てます。出てますか。大丈夫ですか。ただトータルでいくと18日までですか。18までね。上野グリーンクラブは立春盆栽おうちは18日まで、やります、だからお休みの日に来ないようによく気をつけて、調べてみてください。うちはだから、豆盆栽というよりも、救出した木を並べます。こう手入れしてね、生きてるやつとかね。なんで古くってわけわかんない木がいっぱい出るかな。あと赤松の山鳥の古いやつでボサボサとか。鉢も結構出るんじゃないですか。鉢はね今回はちょっと大きめになりますね。こんくらい。でも古いやつそんな大きくない。ちっちゃいのはもちろん持ってきますけれども、使った鉢ね、いろんな方の鉢、出ます。いつもの通り鉢置きがバーッと並べますので。多分都内でやるイベントとしては結構一番大きいぐらいの。そうでしょうね。ですよね。展示も販売も。だってグリーンクラブ1回売店、2回売店、3回売店、駐車場なしの全部売店、長屋の売店、だから日本で一番大きい催しですよね。そうですね。なので、過去の動画もあるのでそちら見て皆さんいらっしゃってください。長期間やってるし、広いものもあると思います。そういうことです。よろしくお願いします。ありがとうございました。大河君、おまけで頭見せてあげてよ。おまけ？罰ゲームです。なんか喋れ。どうしたんですか。罰ゲームじゃないですよね。自分が言ったんでね。インスタグラム年内中に1万人フォロワーいかなかったら坊主にするって宣言したんで、売店では坊主なんですけど、ちょっとびっくりしないでください。多分寒いんでね、帽子かぶってるかもしれないんで、坊主見たいって言われたら全然帽子脱ぐんでお待ちしてます。1万円、どのぐらい足りなかったんですか。あとちょっとぐらいじゃなかったでしたっけ。あとちょっとだったね。盗まれちゃった。そうちょっと今年頑張るんでよろしくお願いします。お待ちしてます。